大きくなったら何になりたい？先ほど長野先生のお話の中にも出てきた質問かもしれませんが、皆さんはこの質問に小さい頃何と答えていましたか？小学校1年生の頃、私はケーキ屋さんになりたいと答えていました。ケーキ屋さんになったら毎日余ったケーキが食べられると思っていたからです。そんなたわいのない回答をしていた時期が皆さんにもあったかもしれません。それからだいぶ大きくなった今、改めて大きくなったら何になりたいと聞かれたら、皆さんならどう答えますか？何になりたい？何がしたい？どういう人生を歩みたい？これらは私たちの人生の中で常に問い続けなければならない問題でしょう。そして私たちは人生の中で重要な選択を迫られた時にこそ強くこの問いを意識することになると思います。どこの学校に行くか、どこに就職するか、地元に残るか地元を離れるか、仕事を続けるか転職するか。今まで多くの人がこのような選択を迫られた時に悩み、迷い、苦しみ、そして決断してきたことと思います。かくいう私自身もまさに今そのような人生の岐路に立たされて迷っている一人です。今は大学院で物理を研究していますが、将来何になるの？卒業したら何するの？そんな問いに私はいつもさあどうなんだろうねとお茶を濁してきました。自分が一体何になりたいのかはっきりした答えが持てないままでした。そんなふうに私が漠然とした不安や焦りに苛まれている最中にも、ふと周りを見渡すと、俺はアメリカで研究がしたい、世界平和に貢献したい、宇宙飛行士になりたいなど、将来これがしたいっていう明確な目標を掲げて、そしてその実現に向けて一生懸命努力している友人がたくさんいました。そんな彼らを見てすごいなと本当に尊敬しながらも、一方でじゃあ一体自分は何になりたいんだろうという不安や焦りがますます大きくなっていきました。私はまるでなりたいもの探しの迷路に迷い込んだようでした。その迷路を抜け出すヒントを少しでも得ようと、私はまず Google に頼りました。 Google は何でも教えてくれました。就職のこと、仕事のこと、会社のこと、社会のこと、大学院の博士課程のこと、留学のこと。しかしこの次から次へとあふれ出てくる種々雑多な言葉をディスプレイ越しにじっと眺めてみても、結局自分のやりたいことが何なのかよく分かりませんでした。そこで私は作戦を変えて、今の私と同じように今までで人生の選択をしてきたいろんな人々に話を聞いてみることにしました。両親、研究室の先生や先輩方、就職して会社でバリバリ働いている方、みんなとても親身になってアドバイスをくれました。自分も同じように悩んだよ、一番の決め手は自分がかっこいいって思える道を選ぶことだったよなど、インターネット上の言葉じゃない自分の境遇をよく理解してくれる人たちの温かい言葉がたくさんありました。でもそれでも自分のやりたいことが何なのかまだわからないままでした。私がこのテデック3条に出会ったのは、そんななりたいもの探しの迷路に完全に迷い込んでいた最中のことでした。オーディションを終えて改めて私にどんなトークができるかをスタッフの方々と話し合っていた時のことです。
私は自分が今夢中になっている物理や言語などのマニアックな話を一生懸命熱く語っていた時のことでした。スタッフの方が僕の話を聞いてこんなことを言ってくれました。鈴木さんは何かを学ぶということに価値を置いているのかもしれませんね。価値、今まで考えたことなかったけれど、自分が価値を置いていることって一体何だろう。自分の持っている価値観って一体何なんだろう。そもそも価値観って一体何だと思いますか？私はこう考えます。この世の中にあるいろんなもの、人、行動、選択、生き方、考え方、それらに対して自分が何に重きを置くか、何を善とし何を悪とするか、何を美しいと思い何を醜いと思うか、そういう自分だけのオリジナルな主観的な物差し、それが価値観だと。そしてこの自分を主体とした価値観、これこそがなりたいもの探しの迷路を抜けるヒントになるのではないか。じゃあ私の価値観って一体何だろう。これまでの23年間を振り返ってみて、改めて自分の価値観がどんなものであるか、次の4つの質問を通して考えてみました。皆さんも自身の価値観についてこれからちょっと一緒に考えてみませんか。1つ目、好きなことは何ですか？やっていて楽しいこと、ワクワクすること、感動することは何ですか？私は物理です。大学に入ってから本格的に学び始めた物理だけど、この世界を司るいろんな法則が方程式の形で書き下すことができて、それを解けばこの世のいろんな現象を記述できる。それが素晴らしいと思いませんか？例えばこの単純な運動方程式で投げたボールやジェットコースター、宇宙に浮かぶ天体や人工衛星などいろんなものの運動が記述できる。私たちの生活に欠かせない光や電気、磁気、この性質がこのマクスウェル方程式で記述できる。そして私たちの住んでいる世界でももっとミクロな電子、分子、原子の世界、その世界がこのシュレディンガー方程式で記述できる。この物理の持つ驚くべき力になんかワクワクしてきませんか2つ目、昔からずっと興味のあることは何ですか？私は言語です。今まで英語、中国語、フランス語、ロシア語、アラビア語、そして手話、いろんな言語に挑戦してきたけれど、どの言語もそれぞれ固有の構造を持っていて、それを解き明かすのがすごく面白い。そして異なる言語の間の類似点を見つけるのも面白い。今まで理解できなかった文字列がある時急に意味のある文章になってくるのが面白い。我学习汉语，j'étais le français. Я изучаю русский язык. А русский доктор арабия. こんなのが意味を持って文章に見えてくると、なんかそれだけで世界が広がったような気がして、なんかワクワクしてきませんか3つ目、今までの人生の中で印象に残っている思い出は何ですか？私は旅です。今まで国内は北海道から沖縄まで、海外もロシア、カナダ、ウズベキスタンなどいろんな地域を訪れて、それぞれの地域の文化や食べ物を楽しんだ。それは私にとってかけがえのない思い出です。そして4つ目、今までのあなたの考え方、生き方に大きな影響を与えたものは何ですか？
私は周りの人々との会話でした。今まで考え方も価値観も全然違ういろんな人と出会って、いろんな話をして、自分だけでは絶対に気づけなかった視点から物事を見られるようになって、それで自分の見える世界がどんどん広がっていった。それを強く実感しており、周りの人々に大変感謝しています。世界を広げる、これが私が価値を置いていることなんじゃないか、そういう考えに至りました。知らなかったことを知る、できなかったことができるようになる、見たことのないものを見る、行ったことのない場所に行く、その過程で得られる新たな発見が純粋に面白い。これからもそんな感覚を味わい続けたいし、振り返ってみればこれまでも無意識にそのようなことを求めて行動し選択していたのかもしれません。自分の価値観を発見して具体的ななりたいものは見つかったのか。いいえ、まだ見つかってません。だけど世界を広げるという自分の価値観を発見してから、これからも視野を狭めずにまだ知らない世界にも臆することなく飛び込んでいって、自分だけの人生を作り上げていきたいという思いが強くなってきました。自分の価値観を言葉にしてみて、自分の考えや行動に一つの大きな軸ができたんじゃないか、そう考えています。大きくなったら何になりたい？私たちはこれからも人生で岐路に立たされた時に常にこの問いを自分自身に投げかけることになるでしょう。複数の選択肢が与えられた時、それらを見比べてメリットデメリットを書き比べてみても答えは見つからないかもしれません。 Google に聞いても答えを教えてくれないかもしれません。それはきっと自分の価値観ではないから。そんな時は自分の中に目を向けて、眠っている自分の声に耳を傾けて、それを言葉にして出してみませんか。そうして得られた自分の価値観に基づいた選択はどんな選択であれ自分にとってとても価値のある人生の1ページになる、そう信じています。ありがとうございました。